はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。今回は、また TRN のニューモデルですね。ローズフィンチ、スザクだよ。北を守護する TRN 玄武に続き、南を守護するスザクが出たね。これはもう、青龍と逆も出るんでしょうね。きっとそうよ。玄武がプレイナープラス BA で、スザクがプレイナー1機だから、このシリーズ、プレイナーで通すつもりなのかしらね。通して欲しい気もするし、いい意味で裏切られたい気もするね。ただ、烈子と青龍が出るとしたら、もう少し攻撃を抑えたモデルがいいかな。理由は後ほどね。じゃあ、見ていこうかね。はーい。MT4、TA3、それからレビューしてない MT1MAX など、このところ、ニューモデルが続々登場の TRN は勢いありますね。ローズフィンチ、スザクはプレイナードライバー搭載で6から7000円ぐらいのモデル。安いところだと6000円切ってるところも見かけましたね。この価格帯だと、プレイナープラス BA の構成だったりするんだけど、これはプレイナードライバーのみで、ドライバー口径は 12mm。上位モデルのキリンに比べると、3分の1ぐらいの価格で、プレイナードライバーモデルが入手可能なのは魅力だよね。価格帯とドライバー構成でライバルになりそうなのは KZTR1 かな。家にはハイファイバージョンがあるので、後でこれと比較してみようか。あ、いいですね。この価格帯でプレイナードライバー1機ってないですもんね。パッケージ内容はこんな感じで、ケーブルは TA3 にバンドルされてたものと同じで、ジャックが交換できるタイプなのよね。でもね、撮影の時、交換用の 2.5mm と 4.4mm のジャックが見つからないのよ。入れ忘れなのって思ってたんだけど、ここ見たら 3.5mm のに付属って記載あったのよ。そんなのありって思っちゃったわ。こういうとこでコスト調整してるのね、きっと。重さは片側実測 4.8g。フェイスプレートがアルミ合金でシェルガレジンだから軽く感じるわね。それに丸っこいのよね。厚みは 22mm 弱あるけど、全体的に小さく見えるわ。だから装着感もいい感じよ。愛の感想も聞いておこうかな。ああ、可愛くていいわ。確かに装着感いいわね。無線化して外で使ってみたいかも。あと、セミオープンキャビティデザインがかっこいい。その割に、フェイスプレート側からの音漏れはほとんど感じなかったよ。他メーカーで見たデザインもあるけど、気にしない。ジャックさん、実際これ開放感あった？開放感あるよ。そういう意味では聞きやすいと思ったね。ドライバーはさっきもちょっと触れたけど、口径は 12mm。対象型、両面 N52 マグネットアレイ構造と2マイクロメートルダイヤフラムが使われてる。N52 マグネットはなんかすっかりおなじみな感じだね。今回のサウンドチェックは KZPR1 ハイファイバージョンと一緒に聞いてみるんですね。価格帯とドライバー構成の2つの共通点で選んでみたよ。イヤキは TRN ティップスで、ケーブルは付属の4コア OFC ケーブル。先に言っちゃうと、スザクは攻撃にかなり特徴があるから、TR1 を基準に音質調整してるよ。その方がスザクの特徴がわかりやすいからね。それと、スザクに別ケーブル、別イヤキ、別アンプで出力した音も収録してみた。動画内では紫の波形で、セッティングにフィットしてる。理由は後ほど。はい、了解です。ではアムロ、行きまーす。違うでしょ。サウンドチェック、行きまーす。音量、上がるよ。はい、サウンドチェックでした。では早速波形を見てみましょう。今回は音質の印象の前に2つの問題点があり、それを解決していく過程から話すよ。なんか珍しいですね。お願いします。まずこのグラフから、普
段から測定は左右で行い、レベル差と波形差はチェックしていて、実際に表示するのは L 側だけにしている。最初の問題点はレベルの左右差が約 1.4 デシベルほどあるということで、ちょっと気になる差となっている。とはいえ普段から完全に揃うことは珍しく、大抵 0.3 から 0.6 デシベルぐらいの差があることが多い。一般的には3デシベルぐらいの差で気づくなんて聞いたことがありますけど、イヤホン沼にいる人たちはもっとシビアに聞き分けられる気がするけどね。左右のレベル差って測定しない限り気づかないことが結構あると思うし、イヤホンって結構アナログなんだなぁとも思うけど、経験上価格帯が上がるとレベル差も波形差も精度が上がっている傾向。あとダイナミックドライバー1機だと低価格でも左右揃うことが多い気がする。そうなんだ。やった高いとそういうとこも違うんだね。あくまで個人的な印象だけどね。今回どうも低域から中高域があまり出ていないようで PR1 の波形を重ねてみるとやっぱり低域と中高域の差が結構ある。なので試しにスザクのレベルを3デシベルほど上げてみるとこんな感じ。改善されたように見えるが相対比較からは外れ、聴覚上高域が強いのは変わらず。確かに広域がきついですね。そうなんだよ。話を少し戻して左右のレベル差を合わせる前にまず R 側のこの2箇所を EQ で補正して合わせてみた。すると 1.4 デシベルあったレベル差も 0.3 デシベルまで縮まり、これぐらいなら誤差の範囲内になり一応解決。ただこれはあくまでレビュー用で普段からこのセッティングで聞くのは現実的じゃない。次の問題点はやはり広域がきついこと。数曲聞いただけで耳が痛くなってきたので一旦視聴を終了しレビュー自体も断念しようかと思った。でも EQ 補正以外でいくつか試してみようと思い、一番効果が大きかったファイナル E にイヤピを変更。コウテイのバランスが結構改善されてる。次にケーブルを変えてみた。このところナイス HCK のケーブルを何本か買っている中で低域が少し膨らむ印象だったこのケーブルを使用。波形は変化なかったが聴覚上はさらに低域が改善された感じ。最後に出力するアンプを変えてみた。普段は SM-SL、M500 を使うことが多く M500 は綺麗だが少し出音が細い印象だったのでオーディオインターフェース持つ M4 から出力してみた。この3つの変更でスザクの印象は大きく変化した。イヤピ、ケーブル、アンプの変化は大きく、これがサウンドチェックのセッティング2の収録音になる。ただしファイナル E が低域がよく出るということではなくて高域を絞ってできたレベルの隙間を低域と中高域が埋めたという解釈の方がしっくりくる。波形を見てると説明のつかないところがあるにはあるが最終的には耳で聞いた音のバランスが大きく改善されたということが全てだと思う。リスリング環境を変更し自分に合わせた上での音質の印象はセミオープン設計ということで開放感は結構あり、バランスが整ったことでさらに広い空間も感じられるようになった。改善後も低域が特に強いというわけではないが同メーカーの言語ではちょっと低域に曖昧さが目立つのに対しスザクはタイトでベースラインが把握しやすい雰囲気に感じられる。音は全体的に高質で空間が広い割に音そのものは鋭く、改善後も雰囲気の存在感はあり感触系という表現もちょっと違う気がする。言語に近い印象だが言語より全体的にシャープ。鋭い音域が好みの人にはおすすめ。低域重視、バランス重視の人はスコープ外でいいと思う。ジャックさんとしてはあまり好きな音ではなさそうですね。そんなことはないけど、とにかく広域の鋭さが印象に残りすぎちゃってね。1万円台前半ぐらいまでのプレイナーモデルはなんとなく広域の鋭いモデルが多い気がするな。あ、でも PR1 は違うか。この比較だと PR1 の方が私は聞きやすかったね。全ては好みの問題だけど6000円ぐらいなら最近の 2DD モデルとか 1DD でもベリリウムコーティングとか DLC のモデルの方がバランス良くなってくれる気はするね。そうですね。愛はこれはスルーしようかな。まあそういう判断をすることもあるよね。ということで TRM ローズフィンチスザクのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。